2019年5月、ベトナムハノイ。ホチミン廟で、明日はホチミンさんの誕生日です。あ、そうなんですね。はい。米ソ冷戦期の45年前、この国は世界各地から兵隊とジャーナリストが集まる激動の時代をまさしく象徴する場所であった。日本からおよそ3700キロ、ベトナム社会主義共和国の首都ハノイ。ベトナムの北部に位置し、中国、ラオス、カンボジアと国境を接する。南部のホーチミン市が経済の中心。ハノイは政治文化の中心地である。そして街中には多くのバイクが走る。市民の足として欠かせない乗り物である。早速ハノイの観光名所を巡る。まずはシクロに乗って旧市街を散策する。シクロとはベトナムを象徴する乗り物。三輪自転車の前に乗客が乗り、その後ろを運転手が人力でペダルを漕いで動かす。昔は市民の足として利用されていたが、現在は観光用の乗り物として利用されている。進むスピードは歩くのとそれほど変わらない。街の景色をゆっくりと眺めることができる。この通りは夜には多くの人でにぎわいを見せるが、昼間はこのように閑散としている。こちらはハノイ大教会。聖ヨセフ大聖堂、フランス統治時代の代表的建築。パリのノートルダム寺院を模して建立された。そしてこちらは1070年に李王朝の第3代皇帝李大東によって設立された分廟。それまでのベトナム王朝は仏教国であったが、中国の宋から儒教が取り入れられ、その開祖である孔子を祀るために建立された。7
リオ様は全部ディン王朝のものを全部壊してしまいました。でもこちらは違う。もうディン王朝、レイ王朝、リー王朝とかウェン王朝まで建物まだそのまま残ってます。逆物諸島なので。1805年に建てられた第三の門慶文閣はベトナム紙幣やハノイの地章にも描かれる。まさしくハノイのシンボル的存在だ。こちらの石碑は紳士大名碑。紳士とは科挙の合格者のこと。これらの石碑にその名前と出身地が刻まれている。台座は一見亀のように見えるが、これは中国の伝説上の生き物ヒキである。ベトナムってその儒教的なものって今も残ってるというか、多分こちらこの分類は一番宗教的な建物です。孔子様まだ祀られていますね。他にはだいぶ仏教的な仏教はすごく盛んでした。今でも仏教熱心。雲廟はその歴史から多くのベトナムの学生たちが節目節目に訪れるメッカである。大聖殿には孔子の像が鎮座する。さらに奥には2000年に再建された国史館の建物と中万安の像が祀られている。5月は卒業シーズンのため、卒業を迎えた子どもたちが記念撮影をしていた。旧市街にあるクアンチュオン門。1873年、この門よりフランス軍が侵攻し、それに抵抗し亡くなった英雄クアンチュオンにちなんで名付けられた。1749年に作られた16の城門のうち唯一残る門である。この門の周辺にはローカル市場がある。昔ながらのベトナムの風情を感じることができる場所だ。この近くには土産物が買えるドンスアン市場もあり、観光客も多く訪れる。ハノイ北部を流れる黄河に架かるロンビエン橋へと向かう。旧市街から歩いてすぐ、橋に向かうための道路はかなりの交通量だ。1902年のフランス統治時代に北部ハイフォンとハノイを結ぶために作られた全長 1.7 キロの鉄橋。そのシルエットの美しさはエッフェル塔を模したからだという説もある。そしてその近くにあるのがロンビエン駅。住宅街の中に立つため
ローカル感漂う駅である。駅のホームも閑散としている。ここからロンビエン橋近くまで線路上を歩くことができる。列車がホームへとやってくる。駅のホームよりもはるかに長い車両。運行本数が少ないため降りる客は意外と多い。市民の生活にとって欠かせない交通手段となっている。列車は終着地のハノイ駅へと向かい走り出した。ロンビエン駅からハノイ駅近くのある場所へと向かう。ここは近年人気が高まる通称トレインストリート。線路沿いの一角に広がる現地の人たちの生活。線路上を歩くのはまさしくスタンドバイミー体験である。軒先に吊るされた洗濯物。家の前に置かれた鍋。我が物顔で歩く犬。一体何を探しているのだろうか。どうやら線路上に落ちている食べ物を探しているみたい。線路上で何かを燃やしている人がいた。紙幣のようにも見えるが、真相は誰にもわからなかった。このようにこの場所ではベトナムの人々の生活が垣間見られる。またおしゃれなカフェなどもあり、インスタ映えスポットとしても若者に人気だ。
大勢の人が線路上を歩く姿はここでしか見られない。なんとも不思議な光景だ。実はこの線路は営業中、廃線ではない。壁には列車がやってくる予定時刻が書かれている。そして列車がやってくる。かなりギリギリを通る。建物との隙間はほとんどなく、迫力がすごい。列車は速度を緩めることなく、あっという間に走り去っていった。ここからはベトナムの歴史の地を巡る。まず向かったのはベトナム国民の父が眠る場所。ホチミン廟です。明日はホチミンさんの誕生日です。あ、そうなんですね。はい。5月19日。ホーチミン廟。この場所にはベトナム建国の父ホーチミンの遺体がエンバーミング処理され安置されている。セキュリティが厳重で入り口から撮影は禁止。カメラは預けなければならなかった。ホーチミンとは長い間フランスの植民地であったベトナムを独立に導いた革命家である。ベトナム戦争時も国家元首として独立と自由ほど尊いものはないと人民を鼓舞し続け、勝利へと導いた。しかし終戦を見届けることなく、1969年9月2日に79歳でその生涯を終えた。廟の中に入るとまさしく静寂の空間に包まれている。6人の兵士が周りを囲み、わずか30秒ほど歩きながらホーチミンの姿を見ることができる。この場所はベトナム国民にとって聖地なのかもしれない。タンロン遺跡。1010年にホアルーからハノイに遷都してきた時に築かれた城跡。その地下にはベトナム戦争時の作戦室が今も残る。その入り口は原爆にも耐えられる頑丈な分厚い扉で守られている。この場所で幹部らが刻々と変わる戦況を分析し、作戦を練っていた。当時の写真が残る。そして通信指令の機材などの展示がされている。
こちらはベトナム軍事歴史博物館。入り口を入ると出迎えるのがミグ21戦闘機。これが、まあ、南ベトナムに行いやってこれは南ベトナム行かなかったんですよ。行かなかったんですか。ずっとこのハノイ空気守ったんだけど、あはい、でそハノイをのアメリカ軍のその爆撃機とかいろんな戦闘機は、い、ろんななんか軍事基地から、はい、タイ、フィリピン、沖縄こちらに攻撃しに来た時はこれに守ってこうなんで、でなんか防ぐために。近くには古いレンガ造りの建物がそびえ立つ。通称フラッグタワー。その高さは33メートル。1812年ザーロン帝によってハノイ城内に監視塔として建てられた。ここは、はい、ベトナム戦時までは使わなかったんですよ。だいたい、はい、60年前まで、まあだいたいそのフランス人と戦いした時、200年間前から60年前まで。そして敷地内でひときわ目立つモニュメントがある。一体何なのだろうか。ここに落ちたやつ、ここに落ちたんですか。はい、ここに落ちたんですか。これは、はい、その広報車で撃墜されました。同性なのに弱い人なのに、でもそのすごい帝国アメリカのその墜落の戦闘機のゴミ今は拾ってる感じで。あの写真は誰が撮ったんですか。これはその日戦場のジャーナリスト一人人がなんかフランス人。このモニュメントは第二次世界大戦後のフランス軍との戦い、またベトナム戦争時のアメリカとの戦いで北ベトナム軍が撃墜した戦闘機の残骸を集めて作られたものである。そして館内には国旗2つが展示されて、左側今ベトナム統一ベトナムの国旗だったんですけど、その下右の方はこのベトナム戦時に北ベトナムの国旗だったんです。色2つ分けられたのは、意味はその北ベトナム色1つと南ベトナム色1つです。で統一できてから同じようになった。同じように赤い旗だけ合併されました。今ってその北と南のなんかいざこざ的なものってあるんですか。何もない。何もないですか。はい、みんな仲いい感じですか。今はそうです。館内正面に飾られたこの戦車、実はベトナム戦争を終結させた歴史的なもので、ベトナムの国宝に指定されている。ベトナム戦争とは1950年代から1975年までホーチミン率いる北ベトナムとアメリカが支援する南ベトナムの間で行われた戦争である。アメリカを盟主とする資本主義自由主義陣営とソ連を盟主とする共産社会主義陣営の冷戦を背景とした代理戦争の側面もあった。アメリカが軍事介入した理由として、一国が共産化すればドミノ倒しのように隣接する国々も共産主義化するという、いわゆるドミノ理論に基づき、アジア諸国の共産化を危惧したためとされる。一方、ホーチミン率いる北ベトナム側は、ベトナム人による南北統一独立国家の建国を求めるナショナリズムに基づく植民地解放戦争であるとした。
南側では南ベトナム解放民族戦線、いわゆるベトコンが地下壕に潜み、ゲリラ戦を展開し、北ベトナムの勝利に貢献した。また、多くの犠牲者を出した過酷さなどから、世界的な反戦運動が広がり、また、ベトナム帰還兵の後遺症、精神へのダメージなどから、社会問題にもなった。この戦争は、多くのジャーナリストたちが現地に入り、従軍取材をした。テレビが本格的に普及し始めた頃だったため、カメラを通して戦場の映像がリアルタイムで伝えられた初めての戦争でもあった。また、多くのジャーナリストたちが取材中に命を落とした。そして、1975年、ベトナム戦争末期、北ベトナム軍は南ベトナム軍に対して最終的な攻撃作戦を実行した。かの有名なホーチミン作戦である。3月26日にフエ、3月29日にダナンを陥落させる。4月28日に関東、タンソンニャット基地などを占領。アメリカ政府はサイゴンからフリークエントウィンド作戦で完全撤退。そして1975年4月30日、サイゴン陥落。午前11時半、戦車部隊が南ベトナム大統領府に突入。臨時革命政府の旗が立てられ、サイゴンは陥落。20年以上にわたる戦争が北ベトナムの勝利によって終結する。その時に撮られた南ベトナム大統領官邸へ突っ込む戦車の有名な写真。そこに写る戦車こそ、まさしくこの戦車なのである。また、博物館内にはベトコンが潜んでいた地下壕の模型などが展示されている。ホーチミン市の博物館の反戦的な思想とは違い、こちらはベトナム戦争に勝利した戦勝記念館の思想を強く感じた。こちらは閑静な住宅街の中にある池。そこにあったものとは。これはあえて回収しなかったってことなんですか？いや、だいぶ大部分回収されました。一つだけわざと残して。これはベトナム戦争時の1972年12月27日、米軍の空爆作戦クリスマス爆撃の際に攻撃に参加して撃墜された B52 の残骸。国家認定史跡に指定されている。この場所は1899年のフランス統治時代に作られた監獄、ホアロー収容所。当時はベトナム人を、そしてベトナム戦争の時は米兵の捕虜収容所として使用された。大部屋には蝋人形が当時の様子を再現するために置かれている。
近くのビル建設のために当時の建物のほとんどは壊され、一角が博物館として保存公開されている。こちらは当時の様子を再現したジオラマの展示。脱獄を図ろうとした人もいた。当時の牢や拷問の器具、ギロチンなどがそのまま残されている。この場所は負の歴史としてこれからも訪れる人に訴えかけ続ける。市内中心部に位置するホアンキエム湖。この場所は市民の憩いの場、そして観光客にも大人気の場所である。湖に浮かぶのはハノイを象徴する亀の塔。湖の周辺は土日になると歩行者天国になる。そのため多くの地元の人が集まりにぎわいを見せる。イベントスペースでは民族音楽の演奏が行われていた。夕日がゆっくりと落ち始める。湖面へ反射する光、街の建物との対比は本当に美しい。ホアンキエム湖から北側へと向かう。夜の旧市街を歩く。昼間は暑さのせいか閑散としている街中だが、夜になると多くの店が路上に小さな椅子を並べて営業する。中でもここターヒエン通りはハノイで一番の飲み屋街。欧米人やアジア人観光客で埋め尽くされる。皆で小さな椅子に座りながら飲むビールはなんとも風情があって面白い。ハノイの夜がゆっくりと更けていく。ハノイから南へ約100キロ、古都フォアルへと向かう。景色は移ろい、のどかな田園風景が広がる。
あの門も最近されたものですね。あの門ですね。三冠門、三つの門。真ん中の門は王様だけで、おーね、右の門は入り口。古都ホアルー。この場所は西暦968年から980年までベトナム最初の独立王朝林朝の首都が置かれた。中に入ると水牛が出迎える。この牛乗れるんですか？乗りますよ。乗りますよ。1万ドル乗ります。1万と50円。安いと思いますよ。乗ってどこまで行けるんですか？いや、ここだけ。あここだけで、写真撮って、あ1枚2枚で撮って、門をくぐり建物の中へと入る。こちらに最初の王様ね、林山龍の命です。と、この道は龍の花ということですね。と、頭ですよ。奥様たちが王様ですね。この神社もね、お客様昔の風水、ね、陰陽陰陽、風水取りに建立されました。池が陰です。建物が陽ですね。陰と陽のバランスの目的で建立されました。これはね、ベトナムの昔の旗です。昔の国旗。国旗？仏様を祀ってるところはお寺です。お寺。お寺ですね。でここは神社。王様だから。王様の神社です。はい、神社。リンティエン保安廟。こちらは初代王を祀った祠。建物は比較的新しく17世紀に再建された。また敷地内には2代目王霊大藩の廟もある。竜の飾りが王の権威を象徴している。ホアルーから車で南に約30分。この町では小舟に乗りタムコックの景勝地を巡る。小舟の旅が始まる。小さな橋をくぐる。乾季にあたるこの時期の気温は40度にも達する。漕いでいる人をよく見てみると足を器用に動かしている。この場所は陸のハロン湾と呼ばれ水墨画のような景色が広がる。独特の岩山と川沿いに実る稲穂のコントラストが美しく映える。狭い洞窟が見えてきた。ここをくぐる。
洞窟を抜けるとそこには絶景が広がる。水上を吹き抜ける風は本当に心地よい。古民家だろうか。のどかな風景が広がる。洞窟の中は鍾乳洞のような岩が特徴的だ。遮るもののない小舟の上、太陽の日差し、そして美しい景色。いつまでも眺めていたい。鮮やかなオレンジの花を咲かせる木。これは鳳凰木。ベトナム語でフオンと呼ばれる。ベトナム人にとって5月になると咲くこの花は日本の桜のような存在だ。5月はベトナムの卒業シーズンである。そのためこの花を見るとベトナム人は友との別れや新しい門出を思い出し、また本格的な夏の訪れを知らせる花であるため、学生にとってはこの花が咲き出すともうすぐ夏休みだとワクワクするそうだ。ベトナム、ハノイ。ここには長い歴史の中で育まれた豊かな文化と自然、食べ物があり、そして素晴らしい人々が暮らす街であった。